ガソリンスタンドの監視カメラが捉えた一人の男。あなたは彼が入念に洗車しているその理由を想像できますか？ 2017 年8月27日、フランス南東部ポンドボーボワ山。時刻は深夜。その村では日付をまたいで盛大な結婚式が行われていました。その式場内で子供のために設けられた遊び場に一人の男の姿が。ほら、可愛いだろ？いつも2匹一緒なんだ。男は8歳の少女マエリス・ド・アラウホの隣にかがみ、スマホに保存している飼い犬の写真を見せていました。動物好きのマエリスは目を輝かせますが、彼女の母親ジェニファーは怪げそうに首をかしげます。なんでこんな男が式に参加してるの？それは男がお祝いの場にそぐわない柄の悪そうな身なりをしていたため、そして母ジェニファーのその直感は当たっていたのです。翌日、ガソリンスタンドへ洗車に訪れたその男。彼の車の中は式場で犬の話をしていた少女の血で染まっていました。華やかな結婚式の最中、殺された8歳の少女。男はいかにして人の目をかいくぐり犯行に及んだのか。年場もいかない少女に目をつけたその男は、祝いの場にはふさわしくない呪われた過去を持っていたんです。おさすけちゃんです。いや、みやみこです。いや、ちょっと私頻繁には行かないんだけど、横浜中華街に行くことが最近ね、ちょくちょくあったりなんかしちゃったりしてさ。でもあそこって本当にもう横浜中華街の世界みたいな感じで一つ番組できちゃうぐらい、もうめちゃくちゃディープじゃない、あの街って。まあいろいろあるよね。そうそう。この前華正楼っていうお店に行ったんだけど、ランチでめちゃくちゃ美味しかったの。旨味が無限に押し寄せてくるような五目そばを食べたりとか。五目そばでそんな。そうそう、五目そばのあんかけみたいなやつでめちゃくちゃ美味しくって感動したんだけど、他に美味しいお店ないかってすごい探求しちゃくなっちゃってさ。探したくなるよね。そうそうそう。あなた行ったことある？あるよ。わけわかんない大会で世界チャンピオンになった小籠包のおっさんがいっぱいいるよね、あそこね。そう、唐揚げ金賞みたいなことが中華街の中でいっぱい起こってるわけ？何の世界大会かわかんねえんだけど、モンドセレクションみたいなことがいっぱいあるの？みんな優勝してんだ。その小籠包を食べた経験がある。そうそう、優勝したやつの小籠包。贅沢な話、北京ダック、本当に美味しい北京ダックをね、食べたいの。私過去に食べたことあるのに、ほんと鶏の皮がパリッパリしててさ、なんかごまだれみたいな、ほんとそれもうすごい美味しくって、キュウリとかとなんかトルティーヤみたいなやつ巻いて食べる、あれめちゃくちゃ美味しいじゃない。めちゃくちゃうまい。そこの美味しい店教えて。美味しいとこか。中華で何の話してると思ってたのよ今まで。中華しかないわよ。お手頃とかだったら中華茶房とか。中華街じゃないじゃないですか。中華街じゃなくてね。あんた何なのよ今日。中華街じゃないとダメなの？中華街に行って楽しみたいんだから、中華。そんなわかんないよ、俺中華街に行かないよ。だって。あ、じゃあちょっとみんなに聞いといて。中華街でおすすめの北京ダック屋さんどこ？ AI に聞くみたいに聞かんじゃないわよ。今回紹介するのはフランスで8歳の少女が殺害されてしまった事件について。彼女は両親と一緒に結婚式に参加していたんですが、その最中突如姿を消してしまうんです。怖すぎる。結婚式の最中ってそんな幸せムードの中突如いなくなるってめちゃくちゃ怖いじゃない。犯人は誰にも気づかれずに少女を連れ去ったんです。何食わぬ顔でその結婚式に参加していた人物とは。招かれざる客。2017年8月26日、フランス南東部ポンドボーボワ山。人口3500人ほどののどかなその村では、日付をまたいで行われる盛大な結婚式が開かれていました。その式場には、車で3時間離れた町からやってきた少女マエリス・ドゥ・アラウホの姿が。薄茶色の瞳に栗色の髪の毛が印象的な可愛らしい少女でした。彼女は両親がこの村の出身だったため、古くからの縁で一家揃って式に招待されたのです。マエリスったらとっても楽しそう。この日のために用意した白いドレスを身にまとい、式場内に設けられた遊び場ではしゃぐ娘マエリス。娘の無邪気な姿に頬を緩めていた母ジェニファーはこの時、後に起こる悲劇のことなど想像もしていませんでした。そしてそれは日付を超え深夜1時30分を迎えた頃、それまで子供たちの遊び場はベビーシッターが付きっきりで見ていたのですが、彼らはこの時間に帰宅。以降は保護者が交代で15分ごとに子供たちの様子を確認しに行っていたのです。人が大勢いる結婚式場の中でわずか15分の間に何か起こるとは思えず、大人たちはそれで十分だと思っていました。しかし深夜3時に母ジェニファーが遊び場を見に行くと、あれ、マエリスはどこ？お手洗いにでも行ったのかしら。マエリスがいないことに気づいた母ジェニファーは式場内を探して歩きますが、彼女はどこにも見当たらず、 DJ に依頼して場内アナウンスを流しても一向に見つからなかったため、憲兵隊へ通報することになったのです。警察じゃなくて何？憲兵
隊っていうところに通報するわけ？フランスのね、田舎ではね、軍が警察業務も担っていることがあるんです。早朝4時、結婚式場へ到着した憲兵隊はすぐに捜索を開始。式場の周辺の森や民家、庭に至るまで徹底的に調べましたが、4時間過ぎてもマイリスは発見できませんでした。また憲兵隊は結婚式の参加者約180人全員への聞き込みを実施。結婚式中に撮影された写真やビデオなども残さず押収されました。そして捜査に進展が見られたのは、警察犬を用いてマイリスの匂いを追跡した際のこと。彼女の匂いは式場を出て駐車場まで続いていたのですが、そこで途絶えていたのです。これは車で連れ去られた可能性が高いな。そう思うと同時に憲兵隊は容疑者として一人の人物に目星をつけていました。その人物の名はノルダール・ルランデ。新郎の知人として結婚式に招待されていた男でした。ルランデが怪しいとされたのは、彼が式の途中何度か式場を抜け出す場面を目撃されていたため。そして監視カメラを確認すると、深夜2時47分駐車場に止められていたルランデの愛車アウディ A3 の助手席に白いドレスを着た少女が乗っていたのです。遠目には顔は分かりませんでしたが、そのドレスは確かに両親がマイリスのために用意したこの日の衣装でした。少女を乗せたまま駐車場を去っていったルランデの車。そして40分後に戻ってきた時、その助手席にはもう誰も乗っていなかったのです。実は少女マイリスの母親ジェニファーは結婚式の最中にもルランデを不審な目で見ていました。子供たちの遊び場に一人混じり、マイリスの隣にかがんでスマホに保存された飼い犬の写真を見せていたルランデ。動物好きのマイリスは大喜びでルランデをワンちゃんのお友達と呼び、彼に懐いていました。しかしルランデは見るからに柄が悪く、母ジェニファーはなぜ彼が式に呼ばれているのか奇厳に思っていたのです。それも当然のこと。ルランデが結婚式へ来た理由は、酒を飲んでいい気分になった招待客に違法薬物を売るためだから。違法薬物するために結婚式に参加するって日本じゃ考えらんないわね。海外にね、行けば僕らの知らないヤバい文化っていうのはいくらでも出てくるでしょう。うん。ルランデはなぜ結婚式のような場所で薬物を売っていたんでしょうか。彼の素性に迫りましょう。何を聞いても即答する男。マイリスを連れ去った犯人のルランデは陸軍に犬の訓練士として所属していた経歴を持つ男。退役した後もよく訓練された犬を2匹飼っていました。これだけを聞くと経歴としてはまともに思えますが、実は陸軍に所属している間もルランデは薬物の使用で複数回罰則を受けており、わずか3年で除隊に。さらに2009年にはレストランを強盗・放火した罪で1年の実刑判決を受けています。このように軍人という肩書きはあっても、とにかく素行が悪かったルランデ。彼は退役して地元に戻ると、経験を生かして犬の訓練ビジネスを立ち上げようとしますが、それも失敗し、短期の仕事で細々と食いつないでいました。そこからルランデの生活はみるみる堕落していき、いつしか結婚式のような集まりの招待客を相手に薬物の売人として身を立てるように、プライベートでも大きな音の出るバイクを乗り回したり、 SNS で自分の犯罪歴を自慢する投稿を行ったり、近寄りがたい雰囲気から評判が悪かったのです。軍人としても自分のビジネスをしてもダメで、どんどんと自分で堕落していったような感じがするわね。わざとね、悪ぶって強がってる感じもしますよね。警察はルランデに対しマイリスを連れ去った容疑で尋問するんですが、悪知恵が働くこの男はなかなか尻尾を出しませんでした。マイリスの誘拐を疑われ事情聴取を受けることとなったルランデ。彼は容疑を否認していましたが、警察は事件翌日のルランデの行動に着目し尋問を開始しました。その日、近隣のガソリンスタンドの防犯カメラにルランデが2時間17分もかけ入念に洗車を行っている姿が記録されていたのです。なぜここまで念入りに洗う必要が？そう問われたルランデは間髪入れずに答えます。あのアウディは近々売りに出すつもりなんです。犬を乗せることがあったので隅々まで掃除しておきたかったんですよ。またルランデの腕や足にはまだ新しいひっかき傷が。それは一見して誰かと争った後のようにも見えましたが、この点を指摘されても彼は一切動揺せずにこう答えたのです。ラズベリーの木の手入れをしてる時に擦れてしまったんですよ。このほかルランデは事件の翌日にスマホを解約しており、これは通話履歴をごまかすためと考えられましたが、彼はスマホが故障したと説明。ガソリンスタンドの洗車の際、拭き掃除のゴミをゴミ箱に捨てず持ち帰っていることなど
など不審な点はあったものの、ルランデはほぼ全ての尋問によどみなく答えました。そのため彼はこの時点では証拠不十分とされ、一時釈放となるのです。まるであらかじめ何を聞かれるかを分かっていたかのような冷静な対応に、ルランデは警察から何を聞いても即答する男の異名をつけられていました。なんかすごい手強いやつね。こんななんか冷静な対応されちゃうとさ、いや犯人じゃないんじゃないって思っちゃいですよね。ルランデは他人に与える自分の印象っていうのをうん巧みに操作できる犯罪者なんですよ。ですがね、印象操作以外の部分で実は抜かりがあったんです。ルランデが釈放された後も警察は彼の身辺捜査を続け、ついに動かぬ証拠を見つけます。ルランデは自分の車を徹底的に掃除していましたが、車内のプラスチック製カバーに隠されていた部分にわずかに血痕が残っていたのです。その血痕は少女マイリスのものでした。こうして彼女の失踪から約2週間後の9月8日、ルランデは逮捕の運びに。そしてルランデはここから5ヶ月間またのらりくらりと言い逃れを繰り返すのですが、2018年2月14日、ついに観念して真実を打ち明けたのです。あれは事故だったんです。本当に何かの間違いだったんだ。2017年8月27日の深夜2時40分頃、ポンドボーボワ山の結婚式場で子供たちの遊び場にいたルランデは8歳の少女マイリスと談笑していた。ルランデのスマホ画面に映される2匹の犬の写真や動画に熱心に見入っていたマイリス。彼女のその様子にルランデは思いついたかのようにこう言った。そうだ、今からおじさんの犬を見に来るかい？車の中にいるんだ。本当？ワンちゃん見たい。ルランデの提案に目を輝かせるマイリスは彼の本当の思惑には気づきもしていない。続けてルランデは周囲に聞こえないようにマイリスの耳元で囁くようにこう話した。お父さんやお母さんに見られると怒られるから、おじさんと君とで別々の出口から出て駐車場でまた落ち合おう。見知らぬ大人が8歳の少女を連れて歩けば目立つが、マイリスが一人で式場内を歩いているのであれば、周囲の人々はトイレにでも行くのだろうとしか思わない。ルランデは結婚式場から子供を連れ出す手口を完璧に心得ていた。こうして別行動の末、駐車場で再び合流した2人。しかしルランデの車に乗せられると、マイリスはすぐに異変に気づいた。あれ？おじさん、ワンちゃんは？ルランデはその問いに答えることなく無表情のままアクセルを踏んだ。殺すつもりなんてなかったんだ。ちょっと連れ出すだけのはずだった。それがあの子が泣き出して軽く叩いたら頭を打ってしまって。涙ながらに事件の日の一部始終を語ったルランデ。彼は故郷のドメさんの町の近くの山岳地帯にマイリスの遺体を埋めたと話し、その現場へ警察を案内しました。しかしルランデが案内したその現場は、実際に遺体が埋められている現場とは全く違う場所だったのです。ルランデはわざと記憶が曖昧なふりをし、警察の捜査を攪乱しようとしました。なぜなら遺体が発見されれば彼の事件の日に関する供述が嘘だとバレてしまうから。結局警察は遺体が埋められている本当の現場を特定。ルランデは軽く叩いただけと話していましたが、発見された頭蓋骨は複数箇所が骨折しており、顎が損壊している状態。繰り返し激しく殴打されたとしか説明がつかなかったのです。これ寒気しちゃう。私だってさ、何の罪悪感もないとこんな平気で罪を軽くするための泣く演技なんてできないんじゃないの？そうなんですよ。先ほども説明したようにね、ルランデってのはね、他人に与える自分の印象っていうのをね、巧みに操作できる犯罪者なんで、しかもこのね、犯罪者の方っていうんですかね、マニピュレーター型っていうんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、マニピュレーター型の犯罪者について。犯罪者の中でもマニピュレーター型と分類されるものの特徴は、相手の感情を巧みに利用し、自分にとって状況を有利に進めようとすること。取り調べにおけるルランデの供述はほとんどが嘘でしたが、彼は一貫して冷静沈着な態度を貫いていました。マニピュレーター型の犯罪者は他人に対する共感性や良心の呵責がなく、後悔して泣く演技などもあたかも本心かのように装うことができるのです。マニピュレーター型の犯罪者は幼少期の家庭環境が複雑なことが多いとされ、ルランデも父親から虐待を受けていたことがありました。このほかルランデには軍に入るもわずか3年で除隊となり、その後犬の訓練のビジネスを始めようとするも失敗し、ドラッグや犯罪自慢などの悪ぶった行動に走った経緯があります。彼のように失敗を直視せず、虚勢で自分を大きく見せようとするのもマニピュレーター型の犯罪者の特徴なのです。まあそうね、女の子を犬で気を引こうとしてたっていうことも、何食わぬ顔で結婚式に参列できたっていうのも、さっき言ったそのマニピュレーター型の特徴に当てはまるもんね。平気でね、嘘をつけるタイプの犯罪者ですからね。
マニュピレーター型のね、犯罪者の特徴っていうのを頭に入れてね、この動画を見返してみると、また新しい発見があるかもしれません。そしてルランデの隠し事っていうのは、これだけで終わりではないんです。見逃された凶悪犯罪者。少女マイリスの事件の捜査が進められるうち、犯人のルランデに関して新たな疑惑が浮上しました。それはマイリスの事件の約4ヶ月前の2017年4月に失踪した24歳の軍人アーサー・ノワイエについて、捜査の結果、ノワイエが失踪したその夜、彼のスマホとルランデのスマホが同じ位置情報を示していたことが分かったのです。2017年9月、その位置情報を頼りにシャンベリーという町の付近でノワイエの頭蓋骨が発見されるのですが、ルランデは殺人容疑を否認。彼はヒッチハイクをしていて、俺は車に乗せただけですよ。ルランデはいつものように涼しい顔でそう説明しますが、この後の捜査で彼は事件当時、人体解剖のキーワードでネット検索していたことが判明。警察の追及を受けたルランデは車の中で喧嘩になり、ノワイエを殺害してしまったと自白したのです。このほか地理的な条件や行動パターンから考えて、ルランデはこの地域で起こった5つの未解決の殺人事件との関与も疑われています。マリエスの他にも殺してたの？しかも5人も。もう完全にサイコパスじゃないこいつ。人を殺すことをね、何とも思っていないレベルですよね。そうよ。2022年2月2日、ルランデの裁判が開廷。被告人席に立った彼は大粒の涙を流しながら遺族に向かってこう話しました。本当に申し訳ありませんでした。あの日の出来事は本当に何かの間違いで、殺すつもりなど毛頭もなかったんです。しかし遺体の凄惨な状況から不運な事故と言い張るルランデの主張は通るはずもありません。事件から5年後の2022年2月18日、マイリスの誘拐と殺害で有罪となったルランデの判決は最低22年仮釈放なしの終身刑。このほかルランデは24歳の軍人アーサー・ノワイエを殺害した罪でも20年の懲役を課されており、ほぼ一生涯を刑務所で過ごすこととなったのです。人に与える印象を巧みに操り、涼しい顔で犯罪を犯していくマニュピレーター型の犯罪者。ルランデがそうだったように、一般人のふりをして大量殺人を犯しているような人物がひょっとすると私たちの身近にも潜んでいるかもしれません。あなたには平気で嘘をついていた身近な人の本性を知ってゾッとした経験はありませんか？